車に乗ってメディアテックに向かってたんです。で、ちょうど消防署の前あたりで聞いたことのないメールの着信音が鳴って、えって言って、地震来るって言って止まったんでした。そして揺れ始めたんですけども、だからどん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 もう波打つみたいになってきて、で周りのビルとかもこう揺れてるように見えるんですね。で道路も普通まっすぐだから見えるはずのない面がこうやって見えるような感じになってきて、周りの人たちは、私でももう一人の職員といたんですけど、私たちはとにかくここから出ない方が安全だと思ったのでそのままでいたんですけど、周りの人たちはもう車から飛び出して、それでもう泣き叫ぶ人たちもいたり、それでもどっかに向かおうとするのか車を飛ばして通り過ぎ、その泣き叫んでる人たちの脇を通り過ぎる人がいたりして、でもそれがずっと揺れてる最中のことだったので、でもそんなに長かったかどうかっていうと、もうやっぱり怖かったのか覚えてないんです。で揺れが収まってからメディアテイクに来る途中にちょっと煙が出てたり、あと何て言うんでしょう、水が溜まっているマンションとかの上にあるようなものが倒れてて水が垂れてたりとかっていうのがすごくたくさんあって、でもその時点では図書館の中がどうなってるかまでは全然思いも及ばなかったので、まずとにかくここに向かったんですね。午後のカウンターに間に合うようになんてその段階では考えて向かったんです。で来たらもううちの職員がみんな外に出て、寒かったんですけれどもみんな薄着のまま外に出ていて、でそれ見た時に、あれって普通じゃない地震だったんだって、みんなが逃げてる姿を見て初めて分かったんです。はい、うちに帰りついて5時までここにいて、うちに帰り着いたのが多賀城なんですけど、5時間かかって10時ぐらいに着いたんですね。そしたら、娘も息子もおばあちゃんもみんな車に入っていて、でも息子がとにかくうちの中にある食べ物を全部集めて車に運んだりとかっていう作業をしてたみたいで、お菓子で車の中で食いつないでる家族のところに戻ったんです。その途中がでもやっぱりすごく怖くて、電気も何にもついてないとこんなに世の中暗いんだなと思ったりして、途中でまた何度か揺れましたし、あのー仙台を出てその多賀城まで行く途中に歩って帰ってる人たちもたくさんいたんですけど、私が多賀城に着いた頃に仙台で一緒にスタートしたぐらいの人が隣歩ってたりして、歩くのと同じ時間が車でかかったんだなとか、そういうことも感じたんでした。どれくらい時間が経ったら立ち直っていくのかっていうことが見えなかった最初の数週間に比べたら、すごく希望が持てるようになったと思います。でこうやって図書館にいることもあるので、中越の地震であるとか阪神大震災の時のあの本であるとかっていうことを読む機会があって、そういうのが一番そうかって、あんなになっても頑張っていけるんだなって、もちろんそこにはそれ相当の皆さんのお気持ちがあってのことなんだろうけれども、そういう意味ではすごく希望が持てるようになってます。とにかくその大変な時ほど今持ってるものの幸せとかありがたさみたいなのは分かるんだなっていうことも、こうやって時間経ってやっと見えてきたり、そういうのもありますね。人災と違って天災に関しては私たちは対策は取れないわけなんですけれども、こうやって絶望は敵だっていう気持ちでみんなで手をつなぎ合っていける気持ちみたいなのが皆さんの中にあれば、乗り越えられないくらいの悲しみを皆さん受けた方たくさんいらっしゃると思うし、私自身も辛い思いは本当に一生のうち1回しかしたくないっていうか1回しかしないだろうと思うような思いをたくさん持ったけれども、でも進んでいけるんだなって、ここで終わりにならないで
頑張っていけるんだなって思うので、いろんな試練の中の一つとしての天才、すごく大きすぎる試練ではあったんですけれども、みんなと一緒に頑張って生きていきたいっていう気持ちをすごく強くさせられる機会だったと思ってます。